はい、こんにちは。藤井武雄です。急遽動画を撮りました。何の動画なのかっていうと、ちょっとした報告です。アカウントがですね、一つは凍結されてしまいました。そしてもう一つは、3日間の停止処分を食らいました。これから3日間は、フォローすることができません。一つは停止処分、もう一つはアカウント凍結っていうことになりました。なんでアカウント凍結になったのかっていうと、Twitter をですね、キャプテンデータっていうツールで自動化させようとしたからです。人のアカウントをフォローするのに手動ではなくて、このツールを使って自動化しようともしたんですね。でいくつか確かにこれで、自動化させることができたんですよ。ただ、実際それでフォローして、400か500ぐらいフォローしたところでアカウントが止まりました。ツールの、フォローが止まりました。いわゆる停止になったわけですね。で、もう片方が凍結したと。で、こんな形で凍結をしたんですけども、実はこれは過去ですね、過去にもあって、ファントムバスターっていうツールを使ってツイッターを運用した結果、凍結したことがあります。で、一度ではないっていうことで、再犯なわけですけど、再犯といって別に、フォローを自動化しただけでそれでなんかいかがわしい DM を送ったとかそういうことは一切ないんですけどね。ただこういったことツールっていうものを使った時にやはり Twitter っていうのはここ数年特に、厳しくなってます。Twitter で自動化すると、すぐにアカウントが凍結します。なので今もう Twitter を自動化させたいなって思ってる人は、この機会にですねちょっと見直した方がいいなと。見直した方がいいっていうのはちょっとしたアドバイスなんですよ。私も、今までいくつもツールを使ってきました。日本だったら2015年ぐらいにホロマティックっていうツールがあったんで、それを使ったことがあったりして、それで凍結したこともありましたし、それからもう数年以上いろんなツールを使ってきたんですけどね、やはりいろんなツールを使ってきて、このファントムバスター先ほど紹介したやつで言うと、別にそんな凍結する可能性はそんなに高くないツールなんですよ、ぶっちゃけた話をすれば。でも凍結することは凍結するんですよ。それはなぜかっていうと、ツイッターがここ数年特に、フォローの自動化とかツイッターの自動化に対して厳しくなってるからなんですね。だからもしあなたがこれから、自動化したいってならば、いろんなツールを使ってきた結果で私が言うと、自動化はちょっとやめた方がいいんじゃないかなって思います。で、そもそも考えてみたいんですが、自動化しない方がいいんですが、特にですね、なんでかっていうと2つの理由があって、1つはアカウント凍結された時にこれまで積み上げてた発信点全て無駄になるんですよ。アカウントが使えなくなっちゃうんで、フォロワーとの交流もできなくなるし、こちらから情報発信をして相手に届けることもできなくなってしまう。だからフォロワーが10万人いても凍結してしまったら終わりだっていうことですね。で、また、このフォローとかで私はやってなかったんですけど、ダイレクトメッセージを自動化してる人いるじゃないですか。でもあれって結局受け取った相手からしても鬱陶しいと思うんですよね。改めて思えば。興味もないのに勝手にフォローしてきたりとか、いきなり、最悪なのはいきなりダイレクトメッセージを送ってくるパターンですよね。私の元にも何個か来てるんですけど、私はこれで自由になりました。お金の稼ぎ方を教えますみたいな DM とか、あとはなんかちょっとアダルト系、成人向け系の DM が届くことがあるんですけど、興味ない人からすると鬱陶しくて仕方ないと思うんですよ。だからこのフォローとか DM っていうのは、自動化して損しかしないんですよね。だからこのアカウントを凍結して、改めて思ったところなんですけど、いろんなツールがありますよ。ぶっちゃけうちのツールはアカウント凍結しませんって言ってるツールもありますけど、ちょっと待った方がいい。そもそもそれをすることに対してあまり大きな効果ってないんですよね。フォロワー増やしてなんだっつう話なんですよ。で、もともとフォローを増やす目的として多くの人が誤解しているとか認識しているのが、フォロワーを増やすことによって自分の影響力の大きさを可視化させることだなんですよね。言ってしまえば。だからこの人はフォロワーが多いからすごそうな人だって人に思わせることができたのが今までの強みだったんですけど、ただもう人はそんなにバカじゃないんで、フォロワーが数万人いたところで、そうですかってレベルなんですよね。もう数年前と、話は違っているんで、そうですよね。で、
だからこのフォロワーを無駄に増やすことに対しての意味はもうさほどないことに加えて、勝手なフォローとか DM なんてもの、特に DM なんてものは、もうなんだろうな、ぶん殴られるレベルで嫌われるっていうところです。はい、マジです。で、じゃあ自動化っていうことに関して言うと、これは私が担当している顧客の方もそうですし、これまでもそうでしたが、スケジュール投稿に関しては、今後も使っても大丈夫です。スケジュール投稿っていうのは、明日はこのツイート、明後日はこのツイートっていうふうに、あらかじめ、発信する投稿を、設定しておくっていう、こういうようなツールとかもあるんですね。私が使っているソーシャルチャンプとか、他にもいろいろツールあるんですけど、そういったものを使うのは問題ないです。それでアカウントが凍結されることはありませんし、それが問題になることはありませんので、今後もですね、何か自動化したいんだったらば、スケジュール投稿を使うのがいいんじゃないかなって、そのぐらいに抑えておくのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。特にですね、この Twitter にしろ Facebook にしろ、ソーシャルネットワーキングサービスですよね、つまり人と人との交流を生み出す場所でしかないわけです。ビジネス利用に対してそれは別に問題ではないんです。商売に、効果的に働かせるために SNS を使うのはそれは当然事業者として考えるべきことですが、ただし、そこでですね、SNS で何かをやるってことは、その SNS のプラットフォームの法律があるわけですね。SNS のルールがあるわけです。その上で商売をするわけですから、そこはどうか知っておいた方がいい。よくよく身に染めて考えた方がいいなっていうふうに思います。ということで、今回は私のアカウント凍結、そして停止から学んだことと、それから自動化についての私の考え、今の考えを話しました。ということで、また次回お会いしましょう。どうもありがとうございました。